ラリホー、キャラクエでー。今回は汎用の夜叉姫の最終回後、実はこっそり追加された伏線や情報についてご紹介していきます。少しだけこのチャンネルについてお知らせです。以前の動画で夜叉姫の2の章が始まるまで期間が開いちゃうから別のアニメ考察します的なことを言ってたんやけど、申し訳ございません。やってみたんですが全然ダメだったので、そのアニメの考察サブチャンネルで運営していくことに決めました。いろいろと迷走しててすみませんでした。詳しくはコミュニティにて超長文なんやけど長々と語ってるんで、興味がある方は読んでいただけると嬉しいです。ということでですね、このチャンネルでは汎用の夜叉姫、犬夜叉に関する考察、解説、紹介、雑学などを中心に運営しつつ、たまーに私 VTuber キャラ子がやりたいことを生配信していくチャンネルになります。なので夜叉姫好きさん、犬夜叉好きさん、キャラ子に一目惚れした方はぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではレッツやっしゃっこー。様々な謎、悲しみを残しつつ、あっという間に24話進んでしまった汎用の夜叉姫なんやけど、実は汎用の夜叉姫公式 Twitter さんの方で、アニメ放送翌日の日曜日に毎週汎用の夜叉姫豆談義なるものを投稿してたんですね。これはアニメ始まる前からいくつかアップされてて、現在は52枚も投稿されとるんやけど、なんとね、第2期に向けてなのか、2の章ですね、に向けてなのか、今でも毎週日曜日に投稿されてるんですよ。2の章始まるまで豆談義ないんかなって思っとったんで、ちょっとびっくりしてます。それをね、今回確認できない方もいると思うので、紹介とプラス考察していきますね。1期では明かされんかったことや、2の章に向けてもしかしてこうなのかなって思うことを一緒に今回も夜叉考していってください。それではですね、24話放送翌日にアップされたシャープ49、こちらですね。我らが顔面国宝丸様、失礼しました、つい間違えました。殺生丸様ですね。戦国最強の大妖怪とわと刹那の父、犬夜叉と同じく犬の大将を父に持つということでですね、最終話のいいところ、雨がパーンって止まって、ファンの方ももちろんキャラ子も何回も巻き戻して視聴したところの殺生丸様やね。やっとね、最終話終了後に紹介されるっていうね。右下には2の章制作決定のお知らせと、戦国の世で夜叉姫たちが再び暴れ回る。夜叉姫たちは一番守りたいものを守りきれるのか、続報を待てなんだぞって書いてあります。この豆談義、1個前のシャープ48は転生画が紹介されててんけど、殺生丸様は紹介されてなくて、やっと来たレアカードのガチャ引いたみたいな気持ちになりましたね。戦国の世でって書いてるんで、2の章は戦国がメインのストーリーになるということで間違いなさそうです。もしくはまた2クールの24話構成であれば、12話、13話くらいで現代にも行けるようになる可能性もあるかなとも思います。1期では現在と戦国時代を縦横無尽に暴れ回るって一応書いてあったのに、まだ全然縦横無尽って思う存分とか自由自在にとかいう意味があるそうなんやけど、また全然そんなことしてない。プラス現代に戻る方法が分かってない状態やから、前々から皆さんが一緒に考察してくれてた動画のコメントにもあったんやけど、2の章が丸々戦国時代でもし進むのであれば、3の章もあって現代に行くのではないかって考察してくれてました。3の章では現代と戦国時代を行き来しまくるのかなってキャラ子も思ってます。お次は番外編なんやけど、
前にエンディング考察動画で、この花、キリン丸ちゃいますかって言うてたんやけど、キリン丸でした。当たって嬉しい。1月クールエンディング映像に登場した芍薬ピオニーの花は、キリン丸という品種を参考に描かれたということです。これが紹介されるということは、やはりエンディング映像に描かれたお花に意味があったということと捉えてもいいんじゃないでしょうか。一応エンディング考察動画でお花の花言葉や意味なんかを考察紹介しているので、よかったらそっちの動画も考察の参考にしてもらえればと思います。ぜひ見てみてください。はい、次はですね、シャープ51、爆砕走破。キリン丸の技ですね。キリン丸の太刀から放たれる技、無数の槍のような工場があらゆるものを粉砕するということで、みんなが気になる技名の由来とかは教えてもらえないみたいです。この技、モロハの紅の爆竜波を打ち消したり、妖霊星を打ち砕いたりしてるんで、かなり強力な技だと思いますが、爆砕画と混合走破を足して割ったみたいな感じの名前なんで、つまりは殺生丸と犬夜叉を足して割った強さということでしょうか。気になりますね。そんなキリン丸情報なんやけど、次の豆談義にね、ちょっと気になることが書かれてたんです。これが一番びっくりしたんやけど、つい最近投稿されたやつなんですが、シャープ52、鉄鋼船。世界中を旅してきたキリン丸が日の本の国で本拠としている船、環境のごとき天守を廃し、鉄鋼で覆われ防御に長けるってあります。キリン丸が乗ってたん鉄鋼船やったんですね。びっくりな情報。陸が以前海賊で船から降ろされたって言ってたんで、名前は海賊船やと思ってたんですけど、鉄鋼船らしいです。わざわざ防御に長けるって書いてあるんで、もしかすると船と船の戦いや、もしくは船と夜叉姫の戦いがあるかもしれません。歴史には詳しくないからよくわからんのやけど、織田信長さんや豊臣さんなんかも鉄鋼船持ってたっぽいんで、歴史上の人物との関わりとかもがっつり描かれたりする可能性ありますよね。ほんで、いやマジかって思ったんがここやねん。さっきさらっと読み上げてんけど、ここ世界中を旅してきたキリン丸って言うてますね。つまりですね、キリン丸さん世界中のことを知ってるってことですよね。ってことはですよ、あっさりやられてしまった部下の司教たち、実は部下の一部に過ぎないんじゃないかってことです。もしそうであれば、あっさりやられたのも頷けるし、世界中に部下がいるとすれば、全国世界中のチェーン店のようにどこからでも部下を派遣できちゃうってことですよね。なので敵が増える可能性がこの豆談義でお知らせされたということと捉えました。そして世界中というキーワードであれば、虹色真珠が飛び散ったのは日本だけじゃない可能性も出てきちゃいます。二の章はワールドワイドな夜叉姫かもしれません。さらにね、キリン治先生がイギリスのことわざを使うとか、英語の先生っていうのもキリン丸が世界中を旅してきたからだっていうのがわかりますね。キリン治の正体はキリン丸の何なのか、ますます気になるところやで。ザ・ワールド。どうも、最近イメチェンした中の人です。一時的に時を止めさせていただきました。いつもご視聴ありがとうございます。ここまでブレブレキャラ子さんの考察で、2の章について結局、戦国時代なの、現代なの、ワールドワイドなの、何なのって思ったと思います。私の現時点での予想ですが、2の章は戦国の世がメインですが、日本だけでなく、世界中の話も含まれる。そして、2の章で完結しないのであれば、3の章で現代へ戻れるようになり、時代を行き来できるようになる。2の章で完結する場合は、
2の章で現代に行けるようになるのではないでしょうか。皆さんはどう思われますか？コメントどしどし待ってます。ということで今回は半妖の夜叉姫の明かされてきた新情報について紹介考察をしてみました。また新しい情報があればお知らせしたいと思いますので、チャンネル登録や Twitter のフォローよろしくお願いします。それでは次回の夜叉講でお会いしましょう。バイビー。